皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。現在、直行線点法について説明しています。本法による微分方程式の解を常に信頼できるようにするには、同関数の近似に用いる線点乗数を高精度で計算する必要があります。今回はこの問題に対処できる高精度計算法について説明します。はじめに前の動画で述べた直行線点法の計算手順を復習します。直行線点法では微分方程式の解を次の級数式で表します。直行線点法では計算誤差を最小化するため、ヤコビの直行多項式の0点の値 xj を計算点、すなわち線点として使います。1式を微分して1回2回微分の同関数の解を求めます。これらに線点値を適用すると2、3、4、5式が得られます。これらの式を行列とベクトルで表すと6、7、8、9式となります。ここで右各括弧はベクトル、両各括弧は行列を表します。各行列の成分は10、11、12、13式で与えられます。6式をベクトル d について解き、14式で表します。これを7、8、9式へ代入すると次式が得られます。これらの式中の行列 A、B、B アステリスクの成分 Aij、Bij、B アステリスク ij が線点乗数です。その計算式は次式で与えられます。結果として2の線点における同関数は線点乗数を使うことにより21、22、23式で表されます。また必要に応じて数値解を使った積分を行わなければならないことがあります。このような時、積分値を高精度で計算するにはガウス型積分公式の利用が有利です。これは24式で与えられます。ここで今求めようとしている2点境界値問題に対する解の特徴に合わせ、関数 fx を25式で与えます。これを24式へ適用すると26式が得られます。これを行列で表すと27式となります。これを重み関数のベクトル w について解いて28式のように表し、その成分 wi を計算できるようにします。ここからが今回の動画の話題となります。式中の線点乗数を高精度で計算するには、旧法のような行列演算を行わないようにすることが必須です。このため、次のようなラグランジュの補完式を導入します。ここでは
対象とする二点境界値問題の解 y が放物線上であるため、x 座標の代わりに z 座標を用いています。両座標の間には30式の関係があります。これにより、x 座標における y の1回微分、2回微分、ラプラシアンは z 座標において31、32、33式のように表されます。数値解をラグランジュの補完式、すなわち29式を使って表すことにしたため、これを微分して z に関する同関数の式を導く必要があります。理解を容易にするため、以下では n イクオール3の時を例として示します。この時 yz は34式で与えられます。これを z で微分すると次式を得ます。これを変形し次式で表します。例として z イコール z1 における微分値を表すと次式となります。よって線点数 n、線点値 zi に対する1回微分の一般式は38式で与えられます。ここで並記号は z 座標における線点乗数を意味します。次に2回微分は39式となります。例として z イコール z1 における微分値を表すと40式となります。よって2回微分の一般式は41式で与えられます。以上をまとめると、1回微分に対する線点乗数は42式で、2回微分に対する線点乗数は43式で与えられます。また、ラプラシアンの線点乗数は44式となります。ここで式中の Pi は45式で与えられます。Z 座標の線点乗数は46、47、48式の関係を使い、x 座標の線点乗数へ変換することができます。以上で導いた式を用いれば、線点乗数を原理的に高い精度で計算することができます。
ただし、このためには、式中に含まれる先天値を高精度で計算しなければなりません。この計算法については、前の動画を視聴してください。前述したように、場合によっては得られた解を使って積分を行わなければならないことがあります。これには図式を使用します。Z 座標でのガウス型積分公式は49式で与えられます。Z 座標における重み係数 Wi は50、51式により計算します。ここでガンマはガンマ関数を表します。Z 座標の重み係数を X 座標の値へ変換するには52式を使用します。例として n イコール5、g イコール3の時の先天乗数の計算結果を表に示します。これらは有効数字16ないし16桁の高精度で計算されています。そこでこれらを基準値とし、前回の動画で述べた Q 法による計算値の相対誤差を調べてみましょう。これら2つの図は Q 法による先天乗数の相対誤差と先天数 n の関係を表しています。また、下の図は Q 法による重み係数の相対誤差と先天数の関係を表しています。これらの図より相対誤差が先天数の増加とともに増大することがわかります。相対誤差の指数部の絶対値は倍精度計算において16桁で表示される数値階のうちのほぼ正しい桁数を表します。よって計算値は n イコール10までは少なくとも10桁程度正しいことがわかります。しかし n をこれより大きくするとその精度は徐々に低下しn イコール20の時には全桁が正しくなくなることがわかります。数値計算の常識では n は計算点の数に相当するので、これを増加させると微分方程式の解はより高い精度になると考えられますが、Q 法ではそうなりません。実際のところQ 法で計算した先天乗数を用いると n を大きくしていくにつれて微分方程式の解が低下します。これについては後の動画で実例を示しながら説明します。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。